んにちは。こんにちは。今回は自分の人生は自分が作るとは他力に任せることです。これ私すごい思うところがあるんです。何ですか？自分の人生は自分が作るって聞くと、自分っていう言葉が入っているせいかもしれないんですけど、自力でどうにかするっていうイメージがすごくあるんですよね。ブブー違います。そのあたりもう少し詳しく教えてもらえませんかね。はい。自分でどうにかすると、むしろ対極かと思っています。イルルさん、初めてこのチャンネルに来た方のために、潜在意識の願望成就について簡単でいいので教えてください。はい。潜在意識はそう思うからそうなる。これを恋愛に当てはめると、彼とラブラブと思うから彼とラブラブになるとなります。潜在意識や引き寄せを学ぶと、知識を入れすぎて複雑なことをしなければならないような気持ちになりますが、決してそうではありません。はい。そう思うからそうなる。もうただこれだけです。はい、そうですね。で、そう思うのは誰ですか？自分です。自分が思うっていう風になります。そうですよね。自分が思う。まず自分が思わないと何も始まらない。はい。で、その思いについて、恋愛だったら、とうにうまくいってる。とっくに復縁してる。とっくに付き合ってる。としたら、彼とどうありたいかを決めてくださいっていつも言ってますよね。はい。で、やることはこれだけなんですね。うんこれ以外ないんです。うんまずここを押さえるのはすごい大事だと思うんですね。うん思いを決めるだけ。思いって道しるべのようなものにもなるというか、こうありたいっていうあり方をね、決めてほしいんですよね。で、あとは潜在意識に丸投げ。そうなんですよね。自力でやることがあるとすれば、思いを決めるぐらいって思えばいいですかね。そうですね。こうありたい像は決めていいと思っています。例えば、私は彼と相思相愛で尊敬し合ってる最高のパートナーみたいなさ、そんな風に決めたとしますよね。何でもいいんですけど。はい。そしたら、ちゃんと決めたかとかそういうことはどうでもいいんですね。自分で一旦思ったわけですよね。そしたらもうそれで決めたんですよ。で、私は彼と相思相愛で尊敬し合ってる最高のパートナーだ。以上。はい。私は彼と相思相愛で尊敬し合ってる最高のパートナー。以上。で、終わらせることができるか。ここも大事なんですね。以上で終わらせるってことは、もう叶ったっていう解釈ができますよね。はい、そうです。私は彼と相思相愛で尊敬し合ってる最高のパートナーっていう思いは、自分が思うと。まず自分がそう思うからそうなるんですから、思った時点で完結なんですよ。だからその後、なんやかんやで現実に反映されるだろうけど、そのなんやかんやの過程、プロセスっていうのはこっちは知らないよってことなんですよ。はい、そこなんですよね。思いは、とうにうまくいってる私、とっくにそうなってる私っていう意識で決めているものなので、もうすでにそうである自分なんですよね。すでにそうである自分なので、うまくいくまでのプロセスはいちいち関与しないってことですよね。そうです。それが自分の人生は自分が作るって話なんですよ。要約すれば、思いだけ決めたら、あとは他力にお任せとなります。他力に任せることが自分が人生を作ることになるって面白いよね。でも本当にそうなんだよね。そうなんです。そこが混乱する人もいるってことなんですね。
自分で自分の人生をまず作るってなると、彼とラブラブって思いを決めた後で、さてラブラブになるにはどうすればいいのかって考え始めるってことですよね。確かに自分の力であれこれやっているイコール人生を作っているようなイメージもあるのかもしれないんですけれども、潜在意識の観点からは全然違います。思いを決めたらあとは他力に任せる、これが自分の人生は自分が作るです。はい、お任せ、もう自動運転でいいってことですよね。お任せ、自動運転こそ自分の人生は自分で作ることになるんですよ。なぜならば思いという唯一決めたことを作れるのは潜在意識という他力なんですから。思いを叶えるために、まずは音信不通を解除して、その後連絡取るようにしてなどなどね、自力でどうにかしていくことではありません。だから任せきれるかっていう部分は問われるかもしれないですね。そうですよね。自力で叶えてももちろんいいんですけど、ここは潜在意識のチャンネルなので他力に委ねることを提案しますよね。はい。プロセスを考えない、全部お任せにするからこそ、思いが完璧な形で具現化すると思っていてください。それこそが自分の人生は自分が作る。思いを決めたらほったらかし、ほったらかして自分が好きなこと、心地いいこと何でもいいんですけどしながら楽しく過ごす、これだけでいいなんてすごいシステムなんでしょうね。でもそのシステムがあまりに楽しすぎてるような気がして信用できないのも事実なんですけどね。イルルさん久しぶりに出ましたね、イルルさんの叫び。思いを決めたら、ほったらかしてあとは潜在意識という他力にお任せ、信頼してお任せできるかっていうのは問われるんですよ。信頼できなくてもさ任せちゃいましょうよ。だって明らかに楽々モードになるわけだし。そうですよね。信頼できなくても。イルルさん、そういうこと言ってないで、信頼して任せる以上って決めちゃえばいいんですよ。好き勝手やるからこそうまくいくんだって、不安になるたびに確認するのもありだろうしね。もうね、無責任にずうずうしく日々を楽しむ、それでいいんです。そうなんですよね。こうして考えるといかに日頃の思考が日々を楽しむところから遠いところにいるのかっていうことにも気づきますよね。真剣に考えなきゃ叶わないとか、あれこれプロセスを必死で考えなきゃ叶わないとか、そういうことをしていることこそ自分の人生を作るみたいに思っちゃうけど、全然違うってことですね。思いを決めたら以上、おしまい。ね、結局は毎度同じことしか言えないんです。でも本当にこれだけなんで、くどくても言い続けるしかないというかね。本当にそうですね。人生は他力に任せるから思い通りに作られる。そのくらいの感覚でいたいですね。というわけで、今回はこの辺でご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録やいいねもお願いします。お願いします。